こんにちは。今日はこのコードバンナンバー4の革靴完成させたいと思います。これはね、ソールの仕上げまで終わってまして、残りあとアッパーの磨きで完成になります。とは言ってもですね、コードバンはね、最初から結構光沢があるものを使っているので、常に輝いてるんですね。なんでそこまで見た目変わんないかもしれないんですけど、最後の仕上げの磨きをやっていきたいと思います。今こんな感じになってますね。吸い込んだ後にコードバンの皮グラデーションになるように染めてますので、アッパーを作った時の皮と比べると全体的に色が濃いめになってグラデーションがついています。前回はソール仕上げをしました。で今回アッパー磨いていくんですけど、あんまりねクリーム入らないんですよ。なぜかというと、このコードバン新規格のグレージングオイルコードバンというやつで、表面が艶出しの仕上げがされてるんですね。製作中にオイルをね少し入れながら作ってはいるんですけど、それでもそんなにね入んないです。今乳化製のクリーム塗っても入っていかないので、クリームの磨きは簡単にこのつま先とかかとにワックスをのせるのをメインにやっていきたいと思います。実際履くと履きじわがついて、そこからクリームが入るようになっていって、どんどんエイジングをしていくと思います。まずは中底、ここに中敷き貼りますね。ちなみにライニングにはこの靴の名前、ナンバー4コードバンフリーハンドスティッチとダービーと書いてありますね。中敷き貼っていきます。ティッシュの液が入った中敷きを入れました。でシューツリーを入れて磨いていきます。シューツリーはこれですね。この靴専用に作ったシューツリー、こんな感じですね。コードバンの色に合わせて少し上から下にグラデーションになるように染めてます。染めた後にアマニ油を何回も塗って仕上げてます。表面はねそんなに光沢はないんですけど、ナチュラルで優しい雰囲気のシューツリーですね。でここには真鍮の金具と茶色い帯紐をつけて3ピースシューツリーになってます。シューツリーの真ん中の内側の部分にはキッシュのひし形を焼き印してあります。このシューツリーを入れます。ひし形が内側になるようにこれで磨いていきます。まずはあんまりクリーム入んないんですけど、表面の光沢感を出すために乳化製のクリームを少しだけ薄く塗っていきます。このアッパーとベルトの隙間に乳化製の色付きクリームを塗っていきます。この辺はソール仕上げの時のインクが入りきらない奥まった部分に少し色を入れて仕上げるという感じですね。ブラッシングをします。こんな感じでクリームの磨きが終わりました。そんなに光沢感はねもともとあったんで変わってないんですけど、全体的に綺麗になった印象はありますね。では早速ですがワックスを塗っていきます。コードバンは一応履き状のあたりもワックス塗っても大丈夫なんですけど、あんまり塗りすぎてもビカビカになっちゃうだけなので、セオリー通り普通の靴と同じようにかかととつま先中心になっていきます。ネル生地を指に巻いて表面仕上げしていきます。最後に靴ひもを入れていきます。今回の平ひもでいきますね。僕平ひも好きなんですよね。
実際ね履くときはこの平紐って結構ねじれるのでいちいち直すのめんどくさいんですけど、見た目の印象がなんとなくこれ結構好きですね。アッパーの色よりワントーン濃いめの茶色のロー引き平紐を入れていきます。はい、ということでナンバー4のコードバンの靴完成しました。コードバンらしい光沢感を放ってますね。はい、こんな感じです。ツヤツヤになりました。デザインはエプロンフロントダービーですね。この部分がエプロンのように U 字のステッチが入ってて、でダービー外羽の靴になってます。このステッチは全部飾りのステッチですね。飾りのスキンステッチを前部分には Y 字、それとつながるようにこのカウンター部分にもずっと入れていってます。内側もですね。でかかとはこんな感じで継ぎ目のないシームレスヒールになってます。もともとの革こんな感じの薄めの色だったんですけど、この薄いところは生かしつつ要所要所を濃く染めてこんな感じのグラデーションに仕上げました。この辺のね羽の継ぎ目のあたりの立体感とか、このバンプ部分とステッチにかけての立体感とかを強調しているようなイメージです。なかなかねコードバンのグラデーションの染めの靴って見ないので結構特徴的だと思いますね。でソールはこんな感じにシンプルにナチュラルで仕上げてます。底付きはシングルウェルとシングルソールで、外側がスクエアウエスト、内側がベベルドウエストという底付きにしてあります。この外側のウエスト部分はこんな感じでコバは四角く仕上げてます。なんですが内側はこんな風にアッパーに密着させてソールを絞り込むベベルドウエストにしてありますね。やっぱりこの靴の特徴はこのハンドステッチですね。靴全体にスキンステッチを施してます。パーツの取りは1パーツ2パーツという感じですごくシンプルなんですけど、ステッチでデザインラインを描いているという感じです。でこのつま先形状ですね、騎士の靴のスタンダードなボリュームのあるラウンドトーンのおまんじゅうみたいな形です。ここにステッチが入っちゃってるんで分かりにくいですけど、結構ね温泉まんじゅうみたいな形のつま先をしてます。これが結構ボリューム感があって、この磨いてる時履いてる時の面白さにつながるような立体的なつま先の形状になってます。つま先からかけて全体的に結構抑揚はね激しめの木型になっているので、足の形それぞれなんで、人にもよるんですけどイスポーク由来のかなり履き心地のいい靴になってます。この染めによって結構アンティーク風というかエイジングをちょっとしたような見た目になってるんですけど、これ履き込んでクリーム入れていくとまたどんどんね履きじわのうねった感じとか全体の皮の光沢感も深みが出てきて、もっともっとかっこよくなっていくと思います。ということでナンバー4も完成しました。この靴の名前はナンバー4コードバンフリーハンドステッチのダービーということで、コードバンを使ってハンドステッチをたくさん、仕込んだ靴になります。サイズは 26.5 センチ、 UK サイズでいくと8ぐらいのサイズ感になります。11月に展示会試着会を行いますので、そこにぜひ来てもらってこの靴の実物も見てほしいですし、サイズの合いそうな方は試着会予約していただいて履いてもらうとこの靴のフィッティング感感じていただけるんじゃないかなと思います。この靴の制作動画アップしてますので、概要欄にリンク貼っておきますのでよかったら見てみてください。ハンドメイドで作るからこその良さが出たいい靴になったと思います。どんな人の足元に旅立つのか楽しいですね。ということで最後に完成写真をどうぞ。本日の革靴の件でした。